あなたの家に荷物を届けに来た配達員は本当に安全な人だと言い切れますか？ 2026年4月16日、アメリカテキサス州フォートワース裁判所では元配達員タナー・ホーナーの量刑審理が行われていました。罪状は7歳の少女に対する殺人、車をバックした際に家の前にいた少女を引いてしまい保護者に知られてクビになるのが怖かった。そしてパニックになったホーナーは少女を車内へ連れ込み絞殺したと語ります。しかし被告人の供述には虚偽が含まれています。そう断じた検察が流したのはホーナーのトラックの車内カメラの音声。そこに捉えられていたのは痛々しい暴行の音と抵抗する少女の声。そして暴行の最中にもホーナーはこう繰り返していたのです。お前は可愛い、お前は可愛い。クリスマスプレゼントを届けに来た配達員に殺された7歳の少女。なぜ少女は殺されなければならなかったのか。犯人の男が残していた恐怖の音声記録とは。おそつけんちゃんです。いや、みやみこです。やみこさん。はい。最近流行ってんすよ。何が？アマゾン段ボールが。なんで？ルナに。ね。あ、ルナちゃんの話だったんだ。これ猫飼ってる人すげえ共感してくれると思うんですけど、うんお金かけてめっちゃいいベッドみたいなの買うじゃないですか。全然来ないの。なのに、そのベッドが入ってた段ボールの中に寝るんすよ。なんか狭いとこがいいんじゃないの？そうなんですよ。そうなのね。だから、じゃあ狭いところのやつを買えばいいじゃない。研究してるやつは研究足りてないの。だからもう段ボールで作ってもいいかも。製品を。ちょっと作ってみなさいよ。そう図画工作以来の。いやいや、ワクワクさんか俺。いやいや、ゴロリか。ワクワクさんでしょ、いやなんで私ゴロリにすんのよ。うん。やだよ。だから皆さんね、売ってる系でなんか見た目もなんか良さそう系で、猫がこんな寝床だったらよく集まるよみたいなおすすめのね集まるよ、商品とかね、あればね、ぜひ教えていただければと思います。今回はアメリカテキサス州で起きた7歳の少女の殺人事件をご紹介します。犯人は彼女を殺害した理由として、車で事故を起こしてパニックになっていたと話しているんですけども、本人曰く決して悪気はなかったというんです。それは事故で亡くなったわけじゃなくて、事故の後に犯人が殺したってことよね。それで悪気がないなんてことがあり得る？そこ引っかかりますよね。事件は少女の失踪から幕を開けるんです。犯人は人の家の敷地に警戒されずに入れる人物だったんです。無害に見えた加害者。2022年11月30日、アメリカテキサス州パラダイス、夕方5時45分、夕食の支度に勤しんでいた若い女性が窓の外に見える少女に向かって声をかけました。アテナ、洗濯物の片付けお願いできる？庭でまだ幼い妹と遊んでいたその少女は7歳のアテナ・ストランドちゃん。声をかけたのはママ母のアシュリーさんでした。アテナちゃんの実の両親は離婚しており、彼女はもともと実の母親と暮らしていましたが、半年前から母親の病気療養のため父親の家に預けられていたのです。そしてこの日は父の家で過ごす最終日。翌日にはオクラホマ州の実の母親の元へ帰る予定でした。ママ母アシュリーさんに言われ、洗濯物の仕分けをしに家の離れへ走っていくアテナちゃん。誰に対しても明るく接し、泥遊びが好きでおてんばな彼女としばらく会えなくなることにアシュリーさんも少し寂しさを覚えていたのではないでしょうか。そしてアテナちゃんが離れへ洗濯物を片付けに行ってから1時間後、ママ母のアシュリーさんは夕食の支度を終え彼女を呼びに行きました。しかしその部屋にアテナちゃんの姿はありません。アテナ、ご飯ができたわよ。どこにいるの？アシュリーさんは当初アテナちゃんがかくれんぼでもしているのかと思っていました。しかしそこからママ母のアシュリーさんが1時間かけて敷地内を探してもアテナちゃんの姿は見当たらず、異常事態を察したアシュリーさんはすぐに911へ通報。ハンティング旅行へ出かけていた父親のジェイコブさんも旅先から急いで帰宅し、その夜から警察をはじめ300人以上を動員した捜索活動が行われたのです。そしてこの後捜査に加わった FBI がアテナちゃんの失踪にまつわる重要な手がかりを見つけます。それはアテナちゃんへのクリスマスプレゼントとして届けられるはずだったバービー人形のセット。敷地内に乱雑に置かれていたそれは配達員という部外者がそこに来た事実を示していたのです。 FBI は運送会社フェデックスに協力を要請し、配達記録から荷物を届けたトラックを特定。ドライバーは同社が繁忙期に業務委託しているビッグトップスピンという企業の従業員でした。捜査官が同席する中、配送マネージャーがそのドライバーへ電話をかけますが、その住所は
ちょっと覚えてないですね。そのドライバーはアテナちゃんの家には行っていないと語り、届けられるはずの荷物も記録上は確かに未配達と処理されていました。しかし敷地内には確かに荷物が届いています。違和感を覚えた捜査官は配達ルートでそのドライバーと接触し、事情聴取をすることに。ドライバーの名はタナー・ホーナー。帽子をかぶったヒゲ面のその男は荷物が届いていたと聞くと思い出したかのように話を変えたのです。そういえば昨日その近くを通りかかりました。警察がたくさんいたので驚きましたよ。それで緑色のバンがその家から出ていくのを見て怪しいと思ってたんです。またホーナーはこうも話します。私にも1歳になる息子がいるんです。だから小さな子供が連れ去られたと聞いて辛くて。そう言って彼は悔しそうに目を潤ませたのです。 FBI は一度は事情聴取を切り上げたものの、すぐにホーナーのさらなる不審点が浮き彫りになります。事件当日、ホーナーは担当していた荷物がまだ5つほど残っているにもかかわらず、配達ルートを放棄して帰宅していたのです。 FBI は再度ホーナーに接触し事情を尋ねます。あの日は体調が悪くて仕事中に嘔吐してしまったんです。だから途中で切り上げて帰りました。ホーナーはそう説明しますが、彼が動揺していることは明らかでした。事情聴取を終えた彼はトラックをバックさせた際にすぐ後ろにあった木に衝突。しかしぶつけた箇所を確認することもなく、逃げるようにその場を去っていったのです。そしてこの後 FBI は決定的な証拠をつかみます。それはホーナーのトラックの GPS データによると、事件当日ホーナーのトラックは確かに被害者アテナちゃんの自宅を訪れていました。しかもそれはちょうど彼女が失踪した夕方6時頃。さらに通常の配送なら10分程度で済むところ、ホーナーはその配送に45分も時間がかかっていたのです。またそれよりも強力な証拠となったのはトラックの車外カメラの映像。その映像の中でホーナーはアテナちゃんを抱きかかえ自分のトラックに乗せていました。この映像が決定打となり、警察はホーナーを逮捕するのです。自分にも小さい息子がいるのでとか言ってさ、流してた涙は何だったのよ一体。クリスマスプレゼント届けに来ただけの配達員がどうしてさ、配達先の家の女の子を殺すなんてことになんのよ。最初に少し説明したんですけど、彼はこの事件を事故だったと話してるんです。一体どのような状況で事件が起きたのか、ホーナーの言い分を見ていきたいと思います。不良の殺人。取り調べにおいてホーナーはアテナちゃんのクリスマスプレゼントを配達するために彼女の自宅の敷地に入ったことを認めました。そしてアテナちゃんを殺害した理由について彼は次のように説明したのです。2022年11月30日の夕方6時頃、ドライバーのホーナーは配送先の敷地へバッグで侵入したところ、何かにぶつかるような嫌な音を耳にした。トラックを降りるとそこには怪我をして泣いている少女が。ホーナーの脳裏には即座にこんな言葉が浮かんだ。やばい、子供を引いちまった。バレたらまた仕事をクビになっちまう。これまで様々な企業でドライバーを務めてきたホーナー。彼は人付き合いに難があり、顧客や同僚とトラブルを起こしてクビになるのは一度や二度ではなかった。お嬢ちゃん、病院へ連れてってやる。さあ車に乗って。ホーナーはそう言って少女をトラックの中へ誘導する。するとしばらくして落ち着きを取り戻した少女はこんなことを言い始めた。あなた誘拐犯なの？車がぶつかったことパパに言うから。ホーナーはその一言で冷静さを失った。まずいまずいまずい。彼はとっさに少女を取り押さえ、その首元へ手を伸ばした。事故だったんです。女の子を引いてしまい、このままではまたクビになってしまうとパニックになって、どうにか隠そうと。ホーナーはひどく落胆した様子でそう語りました。そしてここから彼は何かをごまかそうとしていると思える供述をします。彼は遺体を高さ3メートルの竹林の中に捨てたと話しますが、いくら探してもそこに遺体は見つからなかったのです。デタラメはよせ、本当はどこに捨てた？すると追い詰められたホーナーはこう言いました。嘘をついたわけじゃありません。やったのは僕の中の別人格なのでわからなかったんです。自分の中にゼロという名の別人格がいると言い、全て彼がやったことだと話し始めたホーナー。彼はそこから首を横に振ったり目を大きく見開いたりし始め、別人格として語り始めました。このゼロという別人格の供述によって事件から2日後の12月2日、アテナちゃんの自宅から15キロほど先の川から裸の遺体が引き上げられたのです。死因は首を絞められたことによる窒息でしたが、頭部には鈍器による外傷や顔にはホーナーの靴と一致する踏みつけた跡が。彼はパニックになって思わず殺したという割に、あまりにも痛めつけられているその遺
遺体を見られることを嫌い嘘をついたのかもしれません。この後も彼は一貫して別人格の存在を主張していますが、精神鑑定をした専門家には認められていません。ちなみにホーナーは逮捕前の事情聴取で自分にも1歳の息子がいると話していました。そして息子を愛していることは本当だったようです。彼は刑務所から家族へ電話をかけては息子に会えなくなってしまうと涙を流していました。遺体発見からおよそ1週間後のインタビューでは、主任捜査官に向かって家族と1ヶ月過ごさせてくれれば全て話すと持ちかける場面も。それだけ自分の子供のことを大事に思っておきながら、人の子はなんでそんな簡単に殺せるわけ？事故を隠したかったのかもしれないけど、あまりにもひどすぎるわよ。被害者のことよりも自分とか自分の家族ばかりに意識が向いてる感じしますよね。ホーナーのこの振る舞いは自己焦点化と呼ばれるんです。というわけで本日のメトラキーワード、自己焦点化について。自己焦点化とは、意識が自分自身に強く向きすぎてしまう状態のこと。事故を起こした場合、本来なら相手がどれだけ苦しんだのか、自分が何をしてしまったのかに向き合わなければいけません。しかしその現実を直視すると強い罪悪感や恐怖が生まれます。そのため心の防御反応として、被害者の痛みではなく自分が責められていることへ意識をずらすことがあるのです。これは自分の苦しみに目を向けることで、本当に向き合うべき責任から心理的に距離を取ろうとしての反応。ホーナーは事情聴取で自分にも息子がいると涙を流し、週間後には息子とクリスマスを過ごしたいと取引を持ちかけていました。その涙は被害者に向けられたものではなく、自分が失うものに向けられているように映り、違和感を感じずにはいられません。逮捕された後も自身の罪と向き合わず、まるで自分が被害者かのように振る舞っていたホーナー。裁判では彼のさらなる嘘が明るみに出されるんです。最悪のクリスマスプレゼント。警察はホーナーの自白に基づき、事故を隠すための殺人という動機を公表。この動機は広く報じられ、事件は立場を失いかねない状況に混乱したドライバーの過ちと捉えられていました。しかし裁判の席でその前提が覆されるのです。ホーナーは裁判開始前に有罪を認める答弁を行ったため、審理の対象となるのは死刑か仮釈放なしの終身刑かの量刑についてのみ。そして2026年4月16日に行われた量刑審理において、検察は次のように主張します。被告人は事故を起こし、それを隠すために殺人を犯したと話していましたが、トラックの車外カメラには映ってないんですよ。被害者と衝突する瞬間が。車内にもカメラがありますが、その映像でも彼女は怪我をしておらず元気な様子でした。要するにホーナーは事故など起こしておらず、ただ庭先で遊んでいたアテナちゃんを車の中に連れ込んだということ。検察はその振る舞いについてこう断じました。クリスマスプレゼントを届けに来た配達員は子供から見ればサンタクロースのようなものです。警戒心を抱かれないその立場を利用して被害者を誘ったのではないですか。またホーナーは犯行の数日前から車内のカメラを意図的に覆い隠す練習をしていたことが分かっています。犯行当日も車内のカメラは覆い隠されていたのですが、音声だけは消すことはできません。そしてその音声は事故を隠すためと言っていたはずの彼の本当の動機を示していたのです。2026年4月16日、静まり返った法廷に一本の音声記録が流された。あなた誘拐犯ね。お母さん助けて、お母さん。最初に流されたのは異変を察知して叫び出したアテナちゃんの声。ここからが地獄だった。お前は可愛い、お前は可愛い。さあ服を脱げ。興奮した様子で強要するホーナー。絶叫するアテナちゃんの声と何度も殴打するような痛々しい音が響く。そして思わず耳を塞ぎたくなるそれらの音の中、ホーナーは楽しげにクリスマスソングを口ずさんでいた。あまりにも生々しいその音声記録に陪審員たちは耐えきれずむせび泣き、法廷は悲しみに包まれた。アテナちゃんの体内の物理的な損傷などは報告されていないため、実際にホーナーから性的暴行があったかどうかは確定していません。しかし他にも彼女への性的暴行を示唆する証拠はいくつも見つかっています。犯行当時のホーナーの衣服からはアテナちゃんの血痕や彼自身の体液が検出。彼が所持していたリュックの中にはアテナちゃんのズボンや下着、靴下なども発見され、スマホの検索履歴にも性的関心を示すものが多数見つかっていました。またホーナーは過去に女性にお酒と
薬物を飲ませた上で性的暴行を働いており、被害女性2人がその犯行を証言。彼女たちはいずれも当時16歳、またホーナーは20代だった当時14歳の少女と交際していたともされ、未成年に執着していたことは明らかでした。これらの証拠から検察はホーナーが性的な目的で犯行に及んだと指摘したのです。今のところ性的暴行は確定じゃないみたいだけど、うんこの情報を聞くとかなり怪しいわよね。なぜここまで歪んだ性的思考を持ったのか、関連性はわからないんですけど、ホーナーはね、かなり過酷な幼少期を過ごしていて、弁護側はね、その影響を主張しているんです。ホーナーの実の母親は薬物依存症を抱えており、刑務所へ出たり入ったりを繰り返しているような人物でした。母親はホーナーを妊娠している最中にも大量のお酒と薬物を摂取しており、彼には発達の遅れや知能に障害をもたらす胎児性アルコール症候群の可能性が指摘されています。ホーナーはまだ幼い頃に母親が薬物の過剰摂取で気を失っている場面にも遭遇しており、その生い立ちは壮絶というほかありませんでした。このほか実の父親も薬物依存の問題を抱えており、ずっと刑務所にいるためまともに顔を合わせたこともなかったといいます。養育はほとんど祖父母によって行われていましたが、祖父はホーナーをゴミと呼び、彼は木の板で殴りつけるなどの虐待にさらされていました。さらにホーナーは学校でもいじめられて孤立。彼には重度の発達障害があり、意思疎通が苦手で思い通りにいかないことがあると自分の頭を何度も殴る行為に及ぶことも。そうした振る舞いから周囲からは関わりにくいと思われていたのかもしれません。その性格は大人になっても変わらず、運送会社でも配達ルートの変更などに対応できず、パニックを起こして自殺をほのめかす場面があったといいます。ホーナーの性的思考との直接な関係性は分かりませんが、このような彼の生い立ちには性格が歪んでもおかしくない出来事が多数存在していました。いろんな会社でトラブルを起こしてクビになったみたいな話してたじゃない、それはきっとさ、こういう幼少期からの経験っていうのがやっぱ関係してたのかもしれないわよね。本人としてはね、生きづらさもあったのかもしれないんですけど、当然ね、性犯罪や殺人を犯していい理由にはならないんです。母親の飲酒や薬物依存の影響以外にも、ホーナーの骨からは通常の24倍の鉛が検出されています。彼は幼少期に大量の鉛を吸い込んでおり、脳に悪影響を及ぼす鉛中毒の可能性も示唆されているのです。弁護側はそれらの要素からホーナーの脳機能に問題があり、犯行時の突発的な暴走の原因になったと主張。刑務所の環境下ではおとなしくルールに従えるため、社会への危険はないとして減刑を求めているのです。一方で検察はホーナーの反省は格好だけだといい、犯行の残虐性や将来的な危険性から死刑を求刑。今後の動向が注目されています。遺族が抱えた傷は計り知れず、ママ母のアシュリーさんは深いトラウマから事件後に夫のジェイコブさんと離婚。ジェイコブさんもその場に自分がいれば娘を守れたはずという自責の念にとらわれ、酒浸りに。食事も喉を通らずすっかり痩せ細ってしまったといいます。実の母メイトランドさんも法廷で加害者のホーナーと対峙し続けています。あと1日で実の母親の元へ帰るはずだった。その状況で起きてしまった悲劇に遺族の誰もが胸を痛めているのです。遺族の働きかけによって2023年9月にはテキサス州でアテナアラートという新しい法律が施行。この法律は子供の失踪事件に際し、誘拐の確証がなくてもスマホや電光掲示板などへの警報を発令できるもの。アテナちゃんは当初家出の可能性も加味されており、従来の警報システムアンバーアラートの発令が遅れたことが問題視されてのことでした。被害者のアテナちゃんは学校の安全週間の最終日に知らない人に気をつけると日記に書き記していたといいます。しかし配達員という一見無害な立場を利用されては、いくら気をつけていてもその悪意を見落としてしまうことがあるのです。皆さんは制服や仕事中というだけで相手を無意識に安全な人だと思ってしまうことはありませんか？